んにちは。一人介護のりょうさんです。本日は誰でもできて誰でも効果が出る魔法の人間関係テクニックをお送りします。どんなご病気でもどんな患者様でも医療や看護を超えて保育の現場や子育てすべての人間関係にも活用できるテクニックです。日本でも数年前に注目を浴びたユマニチュードについて取り上げます。聞き慣れない言葉ですよね。マグニチュードではないですよ。ユマニチュードです。看護師さんでもご存知の方もいれば聞いたことない方もいらっしゃるかと思います。私も現役ナースの頃は知りませんでした。これまで主に認知症のケアとしてテレビなどのメディアにもたびたび取り上げられてきましたので、すでにご存知の医療関係者の方は数年前に話題になったあれでしょなんて言わずに、数年前感じた受け取り方から数年経過した今の自分だと捉え方もきっと変わっているはずです。一般の方も人間関係の絆を作るテクニックが学べますので、ぜひ最後までご視聴ください。1. ユマニチュードって何？ 2. 簡単にできる3つのテクニック。3. このテクニックのメリットの順でお送りします。それではスタート。1. ユマニチュードって何？ユマニチュードは人間らしさという意味です。フランスで考案され広く普及している介護の手法です。日本でも考案者のイグ・ジネストさんが来日し、特に認知症ケアとしてその技法が知られるようになりました。ユマニチュードとは人間らしく接する、人間らしさを尊重するという意味です。私たちは人間らしく接すると聞いて、人に人間らしく接するってそれって当たり前じゃないと思いませんか？では胸に手を当てて考えてみましょう。誰にでも人間らしく接していますか？人間らしさを尊重して接していますか？私は恥ずかしながら父の介護で自信を持ってはいしてますよとは言えません。自信がある人も自信を持ってはいと言えない人も、次の3つのテクニックを知って明日から今日から実行してみると良い変化がきっと現れると思います。2. 簡単にできる3つのテクニック。人の感情に働きかけて優しさを伝える技術、人間関係の絆を作るテクニックです。見る、話す、触れる、この3つです。実際のユマニチュードはここに立つも含め4つの柱を原則にされていますが、病気によっては立つが該当しない場合もございますので、今回は割愛させていただきます。ちなみに立つ行動は他の人と同じ空間にいることを認識していただくことで人間の尊厳を保つことにつながります。またできるだけ立って歩くことで筋力の低下を防ぎます。それでは話を戻して3つのテクニックを具体的に説明していきましょう。テクニックその1、見る。見るって簡単なようで簡単ではありません。皆さんも話しているのに相手と目があまり合わなくて、なんだか信用されてないのかな、この人私のこと苦手なのかなって感じたご経験はありませんか？また介護に関わる人でこんなご経験はありませんか？患者様に声をかけたらめちゃくちゃびっくりされた。入浴や食事に誘うときに背後から近づき肩を叩いて話しかけている。車椅子に座っている患者さんに〇〇さんと元気よく肩を叩いて話しかけている。これは介護施設や病院で誰でも一度は見たことのある光景かなと思います。お心当たりのある方は特に次のことに気をつけてみてください。次の方法でアイコンタクトを取ります。ポイント。まずは遠い位置から患者さんの視野に入ります。患者さんの見ている方から視野に入り、アイコンタクトを取ります。横や後ろから急に入るとびっくりし不安を与えます。びっくりすると血圧も上がり、交感神経が優位に立ってしまい、無意識に戦う、抵抗するという体勢に入ってしまいます。視線は相手の視線で水平、お互いに平等だということを伝えます。
できれば近い距離で長い時間見つめる、視線はそらさない、愛情を表現します。正面からしっかり見つめることで正直さが伝わります。ベッドで寝ている患者様の場合は、見下ろしている形になるので、できるだけ見下ろさない低い位置からアプローチしましょう。認知症の人は相手から見られないと自分は存在しないと感じてしまうそうです。見ることで人間であるということを感じていただきます。テクニックその2、話す。私のお世話になっている方のご家族が入院された際に、その方がふと、看護師さんがケアをしてくれるときにそれを説明してくれる看護師さんと、説明せずにしている看護師さんがいるのとおっしゃっていたことを思い出しました。次の内容に心当たりありませんか？しっかり患者様に説明してからケアを始めていますか？いつものルーティンなので黙々とこなしていませんか？患者様、利用者様、ご年配の方に耳元で大きな声で話しかけていませんか？反応してもらいたくて患者さんの反応が見られるまで体をゆすったり叩いたりして反応を求めていませんか？耳の遠い患者様や1回で聞き取れなかったり理解できない方に大きな声で何度も繰り返し言っていませんか？処置やケアを拒否された方がうんと言ってくれるまで頑張って説得していませんか？処置やケアをするときに手を動かすと同時に患者様に触れていて、患者様にびっくりされたことはないですか？私はできてない節があります。父のケアをするときに父が力んでしまい、なかなかケアができないことがあります。こういうことって急いでいるときや時間がないときに限って起こりますよね。焦っていたりイライラしているとついきつく当たってしまうときもあります。そしてこの興奮が父にも伝わってしまい、父もさらに力んでしまい、悪循環に陥ります。どんな時も優しいトーンで話しかけなきゃ。これを機に反省です。ポイント。必ず話す前にまずは視野に入り、目を合わせて相手がこちらを認知してから話しかける。優しいトーン、穏やかな声で話しかける。穏やかにゆっくり前向きな言葉を用いて話しかける。笑顔で接する。できれば表情を確実に伝えるために大げさなくらいがちょうどいいです。今何をしているのか、実況中継しているように語り続ける。拒否された場合、諦めることも一つ。強制的に何かをしても患者様の満足にはつながりません。いかがですか？私は実況中継をしているように語りかけるというのが刺さりました。患者様は介護者にこれから何をされるのか、今一体何をされているのか、不安や羞恥心、不快感を抱いているかもしれません。同じことをされるにしても黙ってされることより、実況中継してもらい、次はこれをしてもらえるのかと分かると安心し、協力的になるかもしれませんね。とはいえ、これができるときとできないとき、いつもはできている人でも疲れているとか、業務に追われているとか、何か落ち込むことがあったり、心の余裕がないときには難しいときもありますよね。できなくても仕方ない。だって人間だもの。それも受け入れましょう。そしてしっかり反省し、次からは心がけましょう。これは自分に言ってます。ここで余談というかご報告を兼ねてお伝えしたいことがあります。実は先日仕事を辞めました。年々父の介護度は高くなり、私も年齢を重ね、今までのような介護と仕事の両立に限界を感じていました。毎日時間に追われ、常に焦ってる、父を気にしてる、そんな毎日を送っていたら、注意力も散漫で心に余裕がなくなり、私って何やってんだろう、ばっかみたいって思う些細なミスや情けない失敗が増え、余計に仕事が増えたりして、余裕のなさから父にイライラする日もありました。心と体が健康でゆとりがないと良いケアは提供できないと実感しました。
退職してからは自分でも心が落ち着き、常に穏やかに父に接することができるようになったなと思います。ですので、お忙しく何かとストレスフルな看護師さんや介護士さん、その環境が良くなる仕組みがこの世には必要と感じます。テクニックその3、触れる。ご質問です。体拭きや入浴時、患者さんを抱えるときに掴んでいませんか？血圧計を巻くときにそっと触れていますか？腕を掴んでいませんか？私は今までたくさんの医療関係、介護職の方を拝見してきました。ご気分を害されるかもしれませんが、はっきり言わせてください。これができていない看護師さん、介護士さんがたくさんいるのが現状です。お聞きになりたくない方はスキップしてください。私の場合ですが、特に訪問入浴さんにおいては、何度もわしづかみにしないでほしい。点で支えると指が食い込み、そこに圧がかかってしまって跡が残っています。手の広い面で支えてほしいとお願いとご説明をしてきましたが、未だに改善されません。訪問入浴のスタッフさんはみんな明るく気さくで大好きなんです。ですが、これだけは残念です。むしろこういうことこそが大事なお仕事だと思いますので、言わせてください。もちろん中には優しく触れていただけるスタッフさんもいらっしゃいます。これは数年かけて何十回もお伝えしてきましたが、次に訪問していただいた時にはすっかり忘れて、またわしづかみされています。なぜなんでしょう。訪問入浴スタッフさんは毎回固定されたメンバーではありません。たまに来ると忘れてしまいますは言い訳になりませんよね。原理原則をしっかり理解し、自分の頭に落とし込んでいないから、これが繰り返されるのだと思います。ぜひ全国の訪問入浴さんにもユマニチュードの技法を知っていただけたらと思います。ちゃんとされている訪問入浴さんはご気分を害されたと思います。ごめんなさい。さて戻りますが、ポイント。掴むことで恐怖心を抱きます。認知症の人の場合では、掴む人は敵だとみなし抵抗してしまいます。ジネストさん曰く、掴むということは愛していないと言っているのと同じです。相手の手や腕を上から掴まず、下から支えるように触れる。広い面積で柔らかくゆっくり包み込むように触れることで、優しさ、愛情を表現します。親指にかけてわしづかみにしたり、指先で触れると強制力や攻撃性を相手に感じさせてしまいます。文化の違いはありますが、愛情を表現することをためらわないでください。自分なりの愛情表現で大丈夫。その人の個性に合った適度なスキンシップは安心感を与えます。原則として手足、体を縛るなど拘束しない。拘束は症状を悪化させる危険な行為です。体を抑制したり、患者様の行動を抑制することは害ともされています。動くことは生きること。それを制限することは生きることを制限するということと続きます。いかがでしたか？何か心に響くことはありましたか？ご自分にも何かできそうだと思われましたか？第一にリラックスしていただき、この人なら良い時間を過ごせると感じていただけることが大切で、この3つのテクニックをうまくできれば、わずか1分以内で友好的な関係を築けると言われています。3. メリット。このテクニックは受ける側だけでなく、提供する側も幸せな気分、温かい気持ちになれることです。コロナでなかなか対面でのコミュニケーションやスキンシップが難しい時代ではありますが、コミュニケーションは目に見えることより目に見えない部分でお互いが受け取り合っていると私は思います。従来あるケアにはめ込まない、その人その人に合った接し方で看護・介護をご提供できたらと思います。見る、話す、触れる3つの行動で人間らしさを尊重し、
本来持っている力を蘇らせるのです。この情報が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。医療関係者の中にはユマニチュードを批判する人もいますが、看護の本質を伝えています。それができない人が多い。それに気づいてください。最後に、私のチャンネルでたびたび登場するにゃんこのモアちゃん、モフちゃんについてこんなコメントをいただきましたのでご紹介します。突然ですが、ネコニチュードってご存知ですか？ユマニチュードは見る、話す、触れる、立つですよね。ネコニチュードは介護する家族の気持ちに寄り添いながら、介護現場でも見る、話す、触れるを実践する猫さんとしてのあり方かなと思っています。お二人とも徐々にユマニチュードが増えているようで嬉しい限りですとのことでした。よく動画を見ていただいているのだなぁと感じましたし、嬉しいコメントありがとうございました。常にじいじに優しく寄り添う二人に私も考えさせられることが多々あります。まさにノンバーバルコミュニケーション。ノンバーバルは言葉を使わない非言語といった意味で、言語以外で行うコミュニケーションの方法です。表情や声の調子、香りなど五感によって捉えることのできるコミュニケーション。モアちゃん、モフちゃんの父への接し方そのままです。私は2人に弟子入りしたいと思います。コロナの影響でソーシャルディスタンスやマスクなどコミュニケーションが取りづらい今こそ、ユマニチュードやノンバーバルコミュニケーションで心を通わせることができるのではないかなと思います。今回の私の簡単な説明では不十分なところもあります。特に介護や看護をお仕事にされている方におすすめで、もっと具体的な実践方法がわかるリンクを添付しておきます。必ず今よりさらに良いサービスがご提供できるプロフェッショナルに近づくことを保証いたします。見ないと損ですよ。ぜひチェックしてみてください。長らくご視聴ありがとうございました。それではまた。To fall for the last time. Picture